ロビンくんの部屋。皆さんお疲れ様です。ミニクーパーの方もですね、どんどん部品を交換していって調子もね上がってきたんですけども、今回はですね前から気になっていたエンジン音ですかね、ノイズっていうんですかね、をちょっと直すために、今回はテンショナーボルト、こちらの方をね一度交換してみたいと思います。テンショナーボルト自体ね、前交換しましたソレノイドバルブの横についてるんで、手順としてはねもうほとんど変わらないですね。一度ダクトとかも外してるんで、今回はスムーズにできると思います。はい、こちらがテンショナーボルトになります。現在ついてるボルトも対策済みで、交換のねもしかしたら必要ないかもしれませんけど、一応交換してみます。結構硬い。はい、それでは作業の方開始していきます。まずはですねダクトを外して、テンショナーボルトまでね工具が届くように、準備の方をしていきます。ダクトを外す作業はもう2回目になるので、大体のね手順は前回やって覚えてるんで、今回はね悩むことなくできました。スチールバンドがですね前回も思ったんですけど、結構ね変な位置についてるんで、なかなかねちょっと外しにくいですね。で、私が使ってる工具でしたらハンドルをですねこうプリプリ回したらねネジが緩むんで結構ね使いやすいんですけども、その他はねラチェットとかでしたらやっぱしそういうのができないんで、普通のやつはねできないんですけどね、取りづらいかなと思います。ああ、勝手。はい、ボルトの方も外し終わりました。新品と比べましたら、それほどね、やっぱり汚れてますけども、綺麗な方ですよね。で、長さとかもね、やはり対策品になってるんで、全く同じでした。若干柔らかいような気はするけど、ちょっと硬いですけどね。あんま変わらへんような気するな。一応買ったんで、交換してみます。ちょっと硬いですかね。はい、それでは取り付けをしていきます。逆手順でボルトの方を元位置に戻しまして、で最後ですねトルクレンチで規定トルクで締め付けを行います。
はい、締め付けトルクの方ですけど、メーカー指定でだいたい80ニュートンメーターだそうです。ということでね、規定トルクで一応、トルクレンチを使って締め付けを行います。はい、あとは逆手順でダクトの方を戻していきます。はい、ということで取り付けの方完了いたしました。エンジンの方の音はと申しますと、交換前と比べても特にですね、あんまり変わってませんでした。なので、とりあえずですね、このままの状態で一応ちょっと様子をね、見てみたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。